2664年、枝干しが大災害に見舞われた。アナツ大陸は剥離されました。しかし、この時の以下はまだ解決されていません。ハイガルドは抑制器の開発に成功する前にどのような非人道的な実験をしたのでしょうか。遺跡は答えを教えてくれます。皆さんこんにちは。私はフジです。今回は甲斐義徳の知られざる闇実験についてお話しします。紀元2665年、ハイガルドは一部の時間位を実験室に改造し、以下に対応する研究を始めた。A1 遺跡は室温計画を行っています。自分に何が起こったのかを知るには、まず室温とは何かを知りましょう。温度を失うことは文字通り温度を失うことです。熱の失われた速度のことです。熱の供給速度よりも大きい。室温は低温環境だけでなく、10度以上の気温と同じように室温して死ぬことができます。これが分かりました。また温度低下計画を見てみましょう。ここで以下の速度と以下を抑制する速度のことである。ハイガルドもそうしていると思います。抑制液の原型は冷却液と呼ばれるからです。紀元2665年5月3日、1200例の実験体が A1 遺跡に運ばれました。いくつかの実験グループに分けました。しかし2665年10月21日までは、実験は皆失敗に終わった。次に A2 遺跡の刻印実験であり、刻印実験と室温計画はほぼ同時に行われた。刻印計画は実験体の意識を引き離すことである。共同体の体に移植します。簡単に言えば肉体転意識を捨てることです。刻印計画に面白いことが起こりました。西暦2665年6月17日、デレコフ博士はネイサン博士の後任に計画を担当しています。その後の実験体記述には根の119がある。根の意味を調べてみました。改革に反対する保守的な。刻印計画の実験体は保守派の人間を使っています。ハイガルドは本来処理できる問題で、すでに人員の洗浄を開始している。電脳に反対する人や利用したくない人は誰でも実験体になる。刻印計画は2665年11月27日まで行われています。その後記録が失われたが、結果については記載されていない。ここからハイガルドは意識転移の技術を身につけているかもしれません。これは擬態システムを思い出しました。これも実際に応用されているのでしょう。次は A3 遺跡で、時間は西暦2666年に来ます。ここではモーゼ実験を行いました。モーゼスはヘブライ語で水から引き上げたと解釈しています。ちょうど A3 が行った実験は冷却液の液化抑制です。実験記録によると、実験は成功した。ハイガルドは抑制液の原型を手に入れました。しかし、抑制液の配合比率をさらに検討する必要がある。B1 遺跡で行われている研究は抑制器の開発です。ここでは何度も実験を行った。2つの名詞を導入する。EL 係数とロット係数。EL を調べました。ヘブライ語では神を指して神を指しています。ロットは調べませんでした。なぜ私はこれを紹介するのですか？枝の子の第4地区改造を覚えていますか？第4地区は鉱山の実験室です。枝の子はここで改造実験を行っています。このうちのデータには EL 係数とロット係数がある。この2つの係数は実験体の以下レベルと結果を判断するものであることがわかる。この評価の等級は B1 遺跡にも記録されている。最高レベルは S 級です。最低は F 級だ。興味深いことに間自身の研究はとんでもないことです。改造した人は EL 係数が高いです。しかしロット係数は低いが、これは以下の程度が高いと理解できる。でも体調は安定しています。残念ながら B1 遺跡の研究は結果がありませんでした。B2 遺跡に移動しました。ここで研究されているプロジェクトはとんでもありません。彼らは生かした人を人間に戻す方法を考えている。方法は LOC 神経遮断薬を使用する。でも効果は良くなかった。実験周期が長くなるにつれて、使用している遮断薬は大量です。これが長変異体を作りました。ここにも面白い記録があります。B2 に記載されている薬は全て天使に命名されています。それぞれ灼熱の天使だった。地天使、座り天使、保護天使、力天使。これが甲斐義徳の隠れた実力かもしれないと思います。2667年になりました。C1 遺跡に着きました。ジュリアードの日記を見つけられます。下には、彼は釣りをしている間にイカ人に会った。研究室の人に助けられた。そして彼に薬剤を注射した。ワクチンだって嘘をついた。それから彼に小さな四角い箱をあげた。この箱は抑制器の実験体です。でもここで私が意外にも、以下は放射線によって出ていません。G67 ウイルスを注射して紹介します。ジュリアードは生かしていませんでした。でも抑制器もなかったんですね。以下の真実は放射線じゃないんですか？腸の刻印でも長変誘発剤が言及されています。明らかに以下はウイルスに感染したようなものです。もっと証拠します。私が推測しているのは、イラ大陸では、ここでも原エネルギーを少量使います。しかし抑制器はありません。よく考えて怖いのではないですか？ C2 遺跡に記載されている情報は単一です。抑制器の開発に成功した。犬が手伝いに来て奪う。これは犬がなぜ抑制器を持っているのかを示しています。B3 遺跡が漏れているのが見つかったんじゃないですか？ここでご紹介するのはアポフィスの原型です。
一匹の猫が黒ヒョウ遺伝子改造で脱出に成功した。みんなの口の中の犬ボスになりました。その後の移籍は急いでいるからだと思います。細かい設定は設計されていません。C3、D3、E3 は旧連邦の文明です。ワニ、空竜と緑長号はここにありますが、幻冬は根形の女児手法を採用しています。細々した手がストーリーをかき集める。やっと整理が終わりました。今期はこれで終わりです。風に注目して違う幻の塔を体験します。